どうも YouTube の皆さん、YouTuber のゆういちろうです。今は世界中で知られている茨城県の木内酒造にいます。今はテイスティングルームへ行きますから、早く行きましょう。ペールエールです。実はこのビールはアメリカで買えませんからすごく楽しみです。ペールエールの香りは少し柑橘類の香りがあって、でもアメリカのペールエールな香りがしてます。ちょっと楽しみです。乾杯。なんかもう早速苦みが舌に触って、炭酸分が結構多いですね。味的には、もっと軽めですけど、ペールエールとしてはもっと飲みやすい方です。でもその後モルツの、味がして、なんか結構さっぱりしたペールエール、ちょうど夏の時期にちょうどいいペールエールです。スイートスタウトって言えば、この、結構黒い色でもスイートですからもっと甘みがある。多分ミルクスタウトだと思いますが、一応ちょっと飲んでみますね。なんかいいですね。これなんか甘みがすぐ、なんかチョコレート、ミルクチョコみたいな味が少しして、その次にもっとダークチョコ、ココアチョコが、の味が、口の周りになんか、ふわふわってなってきてますね。それでチョコだけではなくコーヒーの味がします。それは、スタウトで使うもっと黒いモルツを使った時はチョコやコーヒーの味が出てきます。だから最初はチョコの味でミルクチョコですね。その最後の方はコーヒーの味があって結構いいスタウトです。でもあまり舌触りがそんな濃くないのでまだ飲みやすいスタウトです。ぜひ試してください。中までだいたい45分から75分作ることができます。330ml のあちらの瓶の大きさですね。この木内酒造では、お客様が、そのビール飲めるんですけど、でもビールも作れるっていうことですね。そうです、そうです。はい。作れるのはここだけですね。はい。それでビールを作る期間はだいたい出来上がるときはもう1ヶ月半ぐらいですよね。そのアルコール度数によって違うんですけども、はい、5%のビールだとお届けまでに3週間かかるんですね。そうですか。はい。で一番高い 8% まで作れるんですけども、はい、8% だと6週間かかります。ネストビール担当の谷さんです。ご自身についてちょっと少し、質問したいんですがよろしいですか。はい、この木内酒造では、酒造りは180年経っていますが、なぜビール作りを始めたんですか。ちょっと話は長くなるんですけども、清酒は杜氏さんっていう出稼ぎの方が、メインとなって働いて、いわゆるお酒のヘッドブルワーですね。で彼らは出稼ぎで来るんですよ。雪国のこの時期だけ寒い寒仕込みなので、清酒は冬の間だけ仕込みをするんです。で、そういう杜氏さんっていうのが来て、またお酒作りが終わると帰ってくる。いわゆるその杜氏さんっていうのは、清酒の杜氏さんって社員ではないんですね。で、その杜氏さんっていうのはどんどん高齢化して人数も少なくなっていって、会社としてはこれからずっと清酒を作っていきたいので、そうするとどうしたらいいかというと、この木内酒造の社内、会社の中に技術をどんどん蓄積構築していかなきゃいけないんですね。そのためにはやっぱりうちで、雇った社員をどんどんスキルアップしていかなきゃいけない。ところが社員を採用して入社させて働かせると、今度は夏の時期に暇になるんです。仕事が減ってしまうんです。でそういうことがあって、夏の時期にある程度仕事ができるようにするためにビールを始めたっていうのが最初なんです。そうなんですか。はい。じゃあビールを始めた理由はもっとちゃんとビジネスが、
続けるようにってことですそうですね。社員制度で、まあ、成長を作って、はい、でその社員の、まあ、その労働力をうまく会社の中で生かすためにビールを始めたっていうのが最初。谷さんがネストビールの中で一番好きなスタイルや、ビールがありますか？そうですね。まあみんなみんな全部好あ、そうですか。き。一応プロなんでそんな回答で。あ、じゃあこのテイスティングルームの隣に蕎麦屋があるんですね。でここ結構ポピュラーみたいなんで一応入っておきます。あ、何のタンク？発酵タンクです。あ、発酵タンク。ファーメンテーションタンクこっちで全部一次発酵すべてで、左側のこっちが2000リッターで、こっちは4000リッター。4000リッタだからこっちは2回分の仕込みを入れることができる。どのスタイルのビール今発泡してるか書いてますか？まあ、ホワイトエールが一番うちのフラッグシップ的なはい。ビールなので、ホワイトが一番多い。これもホワイトだし、2番は今入ってない。3番もホワイト。4番がレッドライス。5番が何だか。あ、これもホワイト。ホワイトで、こっちが日本それ日本には何のスタイルのビールですか？これはもう、特にそのカテゴリーの中で当てはまるものが特になくて。あ、ただ普通のエールってそう感じで。ですね。はい。で、まあ、うち独自のビールっていう感じですね。じゃあやっぱホワイトエールが結構多いんですね。でアメリカに送るコンテナの半分ぐらいはホワイトエールなんですよ。それ以外で、まあ、レッドライスとか日本ニアとか、あとはジンジャーとか、はい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 そういううちの YouTube のチャンネルでジンジャーのビールを、ちょっとレビューしてやっぱ結構美味しかったです。あ、美味しかったです。はいはいはい。じゃあここではそのジンジャーブルーとか、あとジャパニーズクラシックエールとか、その他はここでもう作るんですか？全部ネスビールは全部ここで、これだって海外には出してないんで、アンバーエールはうちだけなんで。ああはいはい。まあ、あとブルックリンラガーをライセンス契約してうちで作ってドラフトだけで販売。ああそうですか。やっぱそういうのありますよね。酒造でははい。とクリームなんかも国内だけなんで、だからうちのこれからの傾向としてはやはり日本らしいビールっていうのを発信していきたいんで、要は海外のコピービールを作ってもネストビールで例えばまあドイツのなんかビールを作ったとしてもドイツの方がやっぱ美味しいので、それではなくて、まあ、日本らしいビール、日本でしかできないビールっていうのをやっぱネストビールは作っていかないといけないんで、これからまあそういうのを作ってどんどんまあ海外の人とかに飲んでもらえれば。最高ですね。向こうで発酵が終わったものを全部こっちに移動して、はい。でこっちで貯酒をする感じです。でさっき6番につながったテープが、まあ、このビールなんですけど、今こっちのタンクに移してる。ああそうですか。だからでこっちが瓶詰めラインなんですけども、ここがまあ瓶詰め機で1回に24本の、まあ、ノズルがあって、まあ、ビールを詰めることができるんです。で、まあ、大体1日に1万5000本ぐらい詰めることが可能です。ここが大体40度ぐらいの、熱のシャワーが流れてまして、要は0度ぐらいの瓶なんですごい結露するんですよ、出てきた時に。でラベルが貼れないんで、一回ここで温度常温まで一回戻して、で結露をなくして、でなくなったものをここで空気で周りの水分を落として瓶にする。ではうちの、まあ、首ですね、首と
まあ、胴の部分、前の部分があって、でこっちが後ろの背中の部分ですね。で最初に首を張って、で回ってきてこっちで後ろを張って、でハギョゴって手がまあこう曲がって、でこっちのレーサーっていうところで、あそこのところまで瓶が、12本溜まったらロボットが掴んで、で段ボールがここから入っていって、そこの下まで行ってそこに、まあ、落ちる。では最後にバイセンをまた飲みます。茨城県の那珂市へ訪れることがあったら、ぜひ木内酒造へ立ち寄ってみてください。乾杯。